皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。冬に美味しいみかんのゼリー。ハイライトでツヤツヤしていますね。ハイライトといっても色は1種類ではありません。皆さんはこのみかんゼリーに何種類のハイライトが描かれていると思いますか？3種類です。ハイライトを単純に考えてはいけません。ハイライトを描き分けることができると絵の仕上がりに幅が出ます。どのようにハイライトを描き分けているのか、絵ができていく様子とともに説明します。それではスタート。はい、下塗りまでできました。ハイライトの形もできるだけ書き込んであります。みかんから書き込んでいきます。この時私はみかんについて考えながら書いています。色が薄いところ、濃いところ、黄色いところ、オレンジのところ、色が変化しているのはなぜだろう。これはみかんとスプーンの位置に関係しているはず。みかんがスプーンから飛び出している部分は光を透過しているので色が明るい。下にスプーンがある部分は色が濃くなっている。みかんの実が厚いところはオレンジ寄りに濃くなっていて、少し曲がってスプーンにくっついている部分はスプーンの色に影響されて少しくすんだ色をしている。みかんの実の繊維はこういう向きになっていて、その厚みはこのくらい。など、一見どうでもいいようなことを考えながら書いています。でも、このことがハイライトを入れる時の大切な情報になります。光を透過させる部分があるんだとか、繊維はこういう風に入っているんだな、ここで少し曲がっていて光を受けているんだな、などですね。みかんの実の下地ができたところでハイライトを入れていきましょう。ハイライトの種類1、下地が明るい部分にあるもの。まずは下地の色を基準に作った少しグレーが入った色で描きます。真っ白よりも下地に合わせてトーンを落とした色で描くことで、この実の部分が薄くて繊細ということを表現できます。その上から白でアクセントをつけます。こうすることでハイライトの中に抑揚が生まれます。ハイライトの種類2、下地が濃い色の部分にあるもの。下地の色が濃いので、できるだけトーンを抑えたハイライトを描きます。特にここはスプーンに乗っていて少し曲がっているところです。直接光を受けているのではなく、どこかの色の影響を受けているはずです。濃いオレンジ色の影響を少し受けているということにして色を選んでいます。ハイライトの種類3、照り返しのもの。間接的な光の反射によるハイライトです。この部分はスプーンからの反射のはずですね。スプーンからの反射なので色は鈍くなります。この辺りは先ほどの1と同じ表現をします。このように今回のみかんには3種類のハイライトを使いました。例えばこれが全て単純な真っ白になるとどうでしょうか。こんな感じです。白だけが強く見えてきてしまって奥行きがなくなってしまいます。ハイライトの色の選び方にはコツがあります。それは思った色よりも少しだけ暗い色を選ぶということです。ハイライトやツヤを考えると安易に明るい色を選びがちです。そうするとパッと見は良くても絵に奥行きがなくなります。先ほど見せたハイライトが全て真っ白の場合のようになります。まずは思った色よりも少し暗い色を選ぶ。暗いと思ったらその上から明るい色を足していく。ハイライトはあまり単純に考えずに慎重に描きましょう。ということで絵ができました。ハイライトは単純ではない。慎重に描くことが必要。私がこのことに気づいたのはリアルな絵を描き始めてからです。絵をリアルに描くための技術はたくさんありますが、一番は観察です。ハイライトをよく観察する。するとハイライトの中にもいろいろな色が見えてくる。そしてなぜそういう色なのかという理由も見えてくる。こういった気づきをこれからも皆さんに共有していきたいと思います。もしこの動画が面白い、ためになったと思ったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。